はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトのチュートリアルをやっていきます。で、今日なんですけど、プロクリエイトでおしゃれな文字を書く方法というかテクニックを紹介していきます。で、結構コメントでこういうおしゃれ文字を書きたいって言ってくれる人がたくさんいて、こういうおしゃれ文字のことをスクリプトデザインとか、あとはレタリングとか、タイポグラフィーって呼んだりするんですけど、そういうのを作りたいっていう声がたくさんあったので、今日はね、それのリクエストに答えていきたいと思うんですけど、このスクリプト文字を作るにあたって、ブラシっていうのがすごい大切になってくるんですね。で、どのブラシを選ぶかで、全然その文字の雰囲気とかが変わってくるので、そのブラシ選びがね、結構難しいんですけど、そういう人たちのために、今回はですね、そのブラシセットっていうおしゃれな文字が書けるブラシセットを私が頑張って作りました。で、このブラシ作るのにですね、2ヶ月ぐらいかかったんですけど、時間かけただけあってすごいいいブラシなので、もしね、その手書き文字とかね、おしゃれに書きたいっていう人はぜひ、概要欄の方にですね、ダウンロードリンク載っけておくので、よかったらそこから飛んでいってください。でですね、このブラシセット全部で16本入ってるんですけど、このブラシたちを使うとですね、どんなのができるかっていうのをちょっとお見せしていくと、こんな感じですね。例えばこういうチラシとかね、ポスターのデザインを作るときにかっこいい文字をね、シュシュッと手書きで書いてあげたりとか、空いてる空間にね、可愛らしい文字を書いてあげたりっていうこともできますし、あとはウェブサイトとかにも使えますね。ピングで書き出しできるので、そのままウェブサイトに使ってあげることもできるし、あとはこういうバナーとかにもね、もちろん使えます。で、あとはですね、こういう手書き風のロゴみたいなのも作れます。普通にね、テキストで打ってロゴ作ってもいいんですけど、それだと普通なので、ちょっと、ユニークさというか個性が欲しい人は、このプロクリエイトで書いてあげて、ベクターに落とし込む方法もまた紹介するので、こういった手書き風のロゴも作れますよっていう感じです。で、あとはそうですね、SNS の投稿するときとかも、ちょっとね、可愛い文字を書いてあげて、投稿してあげたらそれだけでね、ちょっと映えるので、ぜひそういう使い方もしてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、今日は、この動画では、この16本のブラシセットの一本一本、解説していく形になるので、実際にこれを使って何かデザインを作るっていうところまでは今日はやらないんですけど、ざっくり、このブラシの特徴とかをバーッと解説していきたいと思います。なので、買ってくれた人は、この動画を見ながら、なるほど、こうやって書くのかみたいな感じで見てもらえればいいかなと思います。はい、じゃあですね、始めていきたいんですけど、この16本のブラシセット、一個一個のブラシに動物の名前が振ってあります。で、これ私適当にインスピレーションでつけたんですけど、覚えてもらいやすいようにつけてるだけなので、動物の名前で覚えてください。で、まず1個目がスネーク。で、2個目がタイガーですね。で、その次がウルフです。狼です。で、次がジラフですね。キリンです。で、ライオンです。で、その次がカンガルー。で、クロコダイル。で、ヒッポ、カバです。で、次がモンキーで、その次がエレファントです。で、その次、ジャイアントパンダ、フラミンゴ、ラビット、ペンギン。で、次がドルフィン。で、最後がシータートル。で、カメですね。で、こんな感じで全部で16種類になります。すごいでしょ？めっちゃ盛りだくさんで詰め込んでます。で、ここから使い方説明していくんですけど、まずスネークからやっていきます。で、スネークはどういうのかっていうと、結構ね、粗めの平筆っていう感じです。ちょっと書いてみるとこういう感じでシャーってなります。で、細めにするとこんな感じで書ける。で、筆圧を弱くするとさっきみたいにシャーってなるんですけど、結構強くプレッシャーをかけてあげるとこういう感じでしっかりとした線が書けます。
コツはね、こうやって上にピュンってこう跳ね上げてあげると、シュッってなってね、結構男性らしいというか、男らしいかっこいい字が書けます。で、次がタイガーです。タイガーはね、ポスカっていうペンを意識して作ったんですけど、皆さんポスカってわかりますかね？私昔すごい使ってたんですけど、黒い紙とかにも書ける水性のペンで、すごいイラストとかね、書くときに使いやすいペンなんですけど、それを意識して使ってます。ポスカわからない人よかったらポスカで検索してみてください。まあこういう感じのちょっとインクっぽい、でもちょっとかすれもあって、でも細い文字でかっこいい文字を書きたいときに結構重宝すると思います。で、3つ目がウルフです。このウルフはさっきのスネークとちょっと似てるんですけど、違うところは平筆がもっと細かい平筆っていう感じ、こんな感じでもっとね、この線がたくさん繊維がわーってあります。なのでちょっとね、ここで書いてみると、こんな感じ。筆圧弱めで、なおかつ早く書くと、こう線がたくさんファーって出てきます。なので、このね、毛の感じとかがちょっとウルフっぽいなって思ったので、ウルフってつけてるんですけど、こんな感じ。結構ね、早めにシャシャって書いてあげると、すごい、なんていうかな、粗い繊維がたくさんある平筆で、わーってかっこよく書いたような表現になるので、まあこれはね、スネークとちょっと使い分けてほしいなと思ってます。で、次、4つ目です。4つ目がジラフなんですけど、ジラフはね、この文字の縁、周りにこういうテクスチャーがね、施されてるような感じで、ちょっとズームしてあげると、こんな感じ。結構ね、このザラザラした表現とかが周りについてて、なんていうかな、ヤスリっぽい感じかな。なんかザラメを意識したような感じで作っていて、例えばなんかフードのメニューを手書きでね書いて作りたい時とかに、例えばペッパーとかガーリックとかそういうなんかザラザラしたねフードのメニューっていうかを書きたい時にこのジラフのブラシで書いてあげると結構それが連想するというかので、なんかそういうねザラザラしたものを書きたい時とかに使えるかも。で、次ライオンです。ライオンは不透明度 100% で、あとかすれも全くないブラシなんですけど、例えばマジックインキーみたいなもので、ブラシの先っちょが斜めになってるブラシがあると思うんですけど、まあそういうようなブラシで描いた時の表現が作れるブラシになります。もう結構しっかり、太めの文字を書きたい時とかにおすすめです。で、こんな感じで楕円描いてあげて、キュッとね、このお尻のところ止めてあげると、こんな感じでちょっとね、おしゃれな感じになります。で、ちなみに不透明度をこうやって下げてあげると、この重なった部分っていうのが、面白い表現になってきます。で、私はね、このライオンは 100%、不透明度 100% で描くのがおすすめですけど、まあちょっと下げてあげてもまた面白い表現になるので、ここはね、臨機応変に使ってください。で、次はですね、カンガルーです。カンガルーは細文字の結構ラフな、こうちょっとかすれっぽい感じの文字を書きたいときにおすすめです。で、こうやってね、早く書いてあげるとちょっとかすれたりするんですけど、このカンガルーは、プレッシャー強めで書いても弱めで書いても線の太さっていうのは全く変わらない一定のものです。なので、同じ線の太さで書きたいけど、ちょっとかすれた表現をしたいときはこのカンガルーを使ってください。で、次、クロコダイルいきます。これ7個目です。やっと半分ですね。クロコダイルはどういうものかっていうと、筆圧の感度がかなり高めです。で、結構かすれた平筆って感じかな。なので強く書くとギュッてなるし、
めっちゃプレッシャー弱めるとこんな感じでカスカスの表現になります。で、例えばなんですけど、今これ、すごいプレッシャー弱め、あんまり力入れずにシャシャシャって書くと、このかすれ感がすごい出てきて、あと重なったところとかも結構いい感じに出てきます。なんですけど、これもうちょっとプレッシャー強めでギュッて書いてあげると、さっきよりも力強いこういうしっかりとしたブラシの表現が出てくるんですよ。これもね、ちょっとポスカに似てるかな。なんで、クロコダイルは結構ね、プレッシャー、この筆圧によって表現がすごい変わってきます。あと、不透明度をね、変えてあげてもかなり変わってくるので、結構フレキシブルに表現が変えられるのがクロコダイルのブラシと思ってもらえればいいかなと思います。で、次いきますね。次がヒッポーです。カバさんです。ヒッポーはどういうのかっていうと、このね、入り口、先端、書き始めと終わりがギザギザになったようなブラシです。こんな感じね。で、ちょっとね、滲みの加工も加えてます。このエッジ部分がちょっと滲んでギザギザになってるのがヒッポーで、あんまりね、霞加工とか不透明度の加工は全然加えてないので、ちょっとね、ジャギーな力強い文字を書きたい人はヒッポーで書いてください。結構ね、私ヒッポー好きなんですよ。よく使ってます。で、次、9個目です。9個目はモンキーになります。で、モンキーはですね、ちょっと、なんていうかな、ウェットな感じです。で、ブラシの設定の中にウェットミックスっていう設定項目があるんですけど、これを結構強めに入れていて、ちょっと水を含ませたような水彩ペンで、こういうちょっとかすれもある感じで作ってます。で、こうやって書くと、ちょっとね、この重なった部分だったりとか、こうくるっと回転してる部分とかっていうのが結構ちょっと水を感じると思います。で、あと結構ね、滑らかなラインを書くことができます。で、これはストリームラインっていう設定項目があって、これをね、結構高めてるんですけど、ストリームライン高くするとこういう滑らかで綺麗な曲線が書けます。なおかつ、このモンキーはちょっとウエットな感じ、水彩っぽい感じを施してます。で、次いきますね。次はエレファントです。エレファントはね、こんな感じですっごいカスカスのペンです。超カスカスのペン。でね、これ私たまたまなんとなく作ってたら出来上がっちゃったみたいなペンなんですけど、こんな感じで弱く書いたりするとすごいカスカスです。で、コツとしては、ゆっくりしかも強く書いてあげると結構しっかりしたインクが出てきます。なんですけど、弱く早く書くともうシューってなってもうほとんどインク出てこないっていうような感じです。でね、ちょっとね、これ慣れるまで、使い慣れるまで時間かかるかもしれないんですけど、結構使えて、例えばね、すごい力強い男らしいバナーとか、ウェブバナーみたいなのを作りたいときは、これでやってあげると、すごいいいのができると思います。で、次がですね、ジャイアントパンダです。ジャイアントパンダはもう超シンプル。ザ・マーカーって感じです。ちょっとだけかすれたマーカーって感じなんですけど、シンプルで、プラスちょっとなんかこういう丸みのある文字を書きたい時とかに結構優れてると思います。超シンプルなんですけど、たまにはね、こういうシンプルなブラシも必要かなと思ったので、このジャイアントパンダを入れてます。で、次がですね、フラミンゴになります。これね、私結構好きなんですけど、フラミンゴは、細書きの結構滑らかな、ラインを書きたいときに使ってください。で、そうだ。ちょっと言い忘れてたんですけど、ジャイアントパンダ以降のブラシ。番号で言うと、11番から16番。これはちょっと女性向けに作ってます。
で、逆に1番のスネークから、10番のエレファントまで。これは、男性向きに作ってます。なので、かっこいい文字を書きたい人は10番までのものを使ってください。で、逆に、女性らしい可愛いのを書きたいときは、11番から16番のものを使ってください。で、このスイートフラミンゴはこんな感じで細書きの綺麗なラインが描けるんですけど、そうですね、例えば、私の友達で、美容師やってる子がいるんですけど、その子が、SNS の投稿の画像にちょっと文字をパパッと書きたいみたいな感じで言ってたので、そういう子には多分これをおすすめするかな。さらっと、さりげなく文字を入れたい時とかにおすすめです。で、13個目いきます。これがですね、ラビットです。ラビットは一言で言うとね、ザ・レタリングデザインです。で、レタリングデザインが何かっていうと、いわばですね、なんていうかな、デザイン性のある文字のことをレタリングデザインと言います。こんな感じで、滑らかな曲線美を使って文字を組むことを、レタリングデザインって言ったりするんですけど、日本語ではちょっと違うかな。なんですけど、こんな感じで、例えばですけど、パッケージデザインの文字だったりとか、あとはロゴの、文字組みを作ったりするときに結構このレタリングのブラシは使えると思います。で、このラビットはですね、力強く書くと結構しっかり太い線になるんですけど、力を抜いてシュッてやると、もうすごい細いラインも作れるっていう感じです。なので、強弱をつけて書いてあげると、すごくおしゃれな文字ができると思います。で、次ですね。次が、ペンギンです。このペンギンのブラシは超シンプル。細めの固めのマーカーです。細めの固めのマーカー。で、こんな感じでカクカクしてるので、カクカク書いてください。であげると、すごく綺麗に書けるし、カクカクしてるんですけど、ストリームラインっていう、さっきね、言ったストリームラインっていう滑らかに書ける項目っていうのは結構高めに設定してあるので、このエッジの部分はカクカクしてるんだけど、このカーブのところは滑らかに書けるっていうようなブラシです。なので、使い方としては、可愛らしいけどポップな文字を書きたいときは、ペンギンさんのブラシを使ってあげるといいと思います。で、次、15個目ですね。15個目がドルフィンになります。ドルフィンはさっきのラビットとちょっと似てるんですけど、この、レタリングデザインを作りたいときに結構使えるブラシです。で、ラビットと違う点としては、ちょっとね、テクスチャーが効いてるというか、ザラザラした表現が出てくるのと、あとは、ラビットの方が、もっとザ・レタリングデザインっていう感じなので、すごい滑らかなのが書けるんですね。で、ドルフィンはもうちょっとね、ラフに書けるレタリングデザインって感じかな。ちょっとね、これ説明するのが難しいんで、ぜひね、この使い分けをちょっと一回、やってみてほしいなとは思うんですけど、本当にカーブの曲線美をとことん突き詰めたいんだったら、ラビット。で、もう少しラフな感じでレタリングデザインを作りたいんだったら、ドルフィンで考えてもらえればいいかなと思います。で、最後いきますね。最後が16個目です。16個目がシータートルです。これ、ウミガメですね。で、このブラシが私結構めっちゃおすすめです。特に女の子におすすめのブラシになります。細書きのすごいエレガントで滑らかなラインが書ける文字なんですけど、文字じゃないブラシなんですけど、こんな感じ。こんな感じで、あんまりね、太くなりすぎないような設定にしてるので、細めの一点のラインで書けます。で、例えばそうですね、結構大人っぽいエレガントなデザインを作りたい時とかに役立つかなと思ってるので、ちょっと品のあるデザインとか文字とかを書きたい時は、ぜひこのシータートルを使ってください。はい。ということでですね、こんな感じで全部で16種類ブラシの紹介になりました。
最後まで見てくださってありがとうございました。すごいたくさんブラシがあるし、あとね、ちょっと似たようなブラシもあるので、どれ使っていいかわかんないって思う人もいるかもしれないんですけど、これからね、この YouTube で、いろんなデザインを作っていって、こういう時はこういうブラシが合うよっていうのも、合わせてね、いろいろ紹介していけたらいいと思うので、ぜひ買ってくださった方は、フル活用していただければいいかなと思います。で、私がね、このブラシをね、作った理由としては、やっぱりこの iPad を使って、デザインの仕事をする人がもっともっと増えたらいいなって思ったんですよね。で、このブラシ一応1900円で売ってるんですけど、この1900円のブラシで、例えばさ、1万円のデザイン案件を獲得して、8000円のね、利益を皆さんに得てほしいなと思ってるわけですよ。で、このブラシだったら絶対それができるので、実際私もめっちゃ使いまくって、現場で使いまくって、それでね、いい感じにできてるんで、皆さんこれを使ってデザインね、かっこいいデザインをぜひ作ってみてください。一人でもこの日本に iPad デザイナーと呼べる人が増えることをね、私は本当に願ってるので、私もね、まだまだですけど、そういった仲間がね、一人でも増えたら嬉しいなと思ってます。はい。ということでね、今日は以上にしたいと思うんですけど、すべての iPad ユーザーに幸あれということで、はい。もしこの動画が良かったら、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい。ということで、今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。はい。バイバイ。